こんにちは。美味しいご飯が食べたいゆりこです。今日は黒胡椒香るズッキーニのキーマカレーを作っていきます。夫がドハマりした自信作です。ズッキーニはナスで代用しても OK です。それでは作っていきましょう。まずは干し椎茸を水で戻します。そうしたら飴色玉ねぎを作るために玉ねぎを切っていきます。今回は電気圧力鍋を使って飴色玉ねぎを作るんですが、飴色玉ねぎは普通にフライパンで作ってもらっても大丈夫です。私は長く火の番をしているのが面倒なので、いつも飴色玉ねぎを作るときは電気圧力鍋でやってしまっています。バターと混ぜて圧力モードで2分です。お次はご飯を炊いていきます。今15穀米は多分冷凍庫にご飯があるんですけど、夫は白米の方が好きなので白米を炊いていきます。いつもご飯を炊くときは2合の目盛りのちょっとだけ下にするようにしています。カレーのトッピング用のゆで卵を作っていきます。今日は固茹でにするつもりなので、沸騰してから10分待ちます。先ほど作っておいた飴色玉ねぎが完成しました。こちらをフライパンに出してブレンダーで潰していきます。一応ブレンダーとかがなかったらこのまま使ってもらってもいいんですけど、玉ねぎの食感もなくなってる方が個人的には美味しいかなと思います。そして先ほど水に戻した干し椎茸を細かく切っていきます。今回はお肉の食感だけが残るようにしたいなと思っているので、できるだけ細かめに刻んで飴色玉ねぎとあとニンニクと生姜と一緒に炒めていきます。そこに合いびき肉を投入して色が変わるまで炒めていきます。だんだんと色が変わってきたらズッキーニの準備、これ本当は手際が悪くてズッキーニは先に準備した方がいいと思います。こちらをブロック状に切っていきます。ズッキーニは夏が旬なので、多分今の時期スーパーとかではちょっと安くなっているなって思います。なんか毎週スーパーに行ってるとやっぱり野菜の変動とかで、今これが旬なんだなとか、そういうのが分かるのもなんか個人的には楽しいなって思います。角切りにすることができたら先ほどのお肉に追加して全体を炒めていきます。ここにスパイスを入れていきます。今回使うのはクミンとコリアンダーとターメリックです。そして本日の主役と言ってもいいブラックペッパーの登場。ブラックペッパーも小さじ1強ぐらいたっぷりと入れます。そしてスパイスカレーには欠かせないお塩も追加して全体を混ぜ合わせていきます。そこに先ほどの干し椎茸の戻し汁を投入します。そして全体を煮詰めて、ちょっとお塩で味を調整しながら味見をします。美味しい。最後にガラムマサラで風味を出したら完成です。付け合わせのコロコロポテトを作っていきます。
まずはじゃがいもを剥いて、サイコロ状に切っていきます。これはちゃんと食感があるくらいの大きさに切っておいた方が食べるときにすごく食感が楽しいと思います。5分ほどお水につけてアクを抜いていきます。じゃがいも1個投入するにはちょっとお椀が小さかったですね。先ほど作っておいたゆで卵を剥いていきます。ゆで卵本当はすぐに水につけた方が確か剥きやすいはずなんですけど、ちょっとほったらかしてたら剥くのが若干大変でしたが、まあ剥けたのでよしとしましょう。輪切りにしていきます。ゆで卵をなんか切るときあんま綺麗に切れなかったんですけど、これってなんかコツとかあるんですかね。知ってる人いたら教えてください。じゃがいもはレンジでチンしてちょっと中を柔らかくしてからオリーブオイルで焼いていきます。ここで、ちょっとカリッとする感じにできるといいなと思います。そしてお塩と黒胡椒で味付けします。で最後に白菜のスープを付け合わせで作ろうかなと思って圧力鍋で作っていきます。これちょっと夫が帰ってくるの遅くて余裕があったので追加で作ることにしたって感じです。はい、それではカレーを盛り付けていきましょう。私の好きな15穀米にカレーとゆで卵、そして先ほど作ったカリカリポテト、あと冷蔵庫に常備していたキャロットラッペです。彩りを添えたら完成です。それでは食べていきましょう。美味しそうにできました。わあ、盛り付けもうちょっと頑張りたいけど。はい、いただきます。うまい。おいしい。あ、待って、最後に黒胡椒。食べるときにちょっとブラックペッパーを加えます。またちょっとピリッとで、このホットトッピングのじゃがいもとカレーとご飯で食べるのがめっちゃ美味しい。美味しい。なんかじゃがいもはあえて中に入れずに後からトッピングすることによってちょっとカリカリにオリーブオイルで炒めて塩コショウだけで味付けしてるんですけど、ちょっとカリカリになっているので、またそのカレーの中に入ってるじゃがいもとは違う食感を味わえていいと思います。おいしい。今回これズッキーニを使ってるんですけど、これはズッキーニじゃなくても、この間はナスで作ってもすごい美味しかったです。ズッキーニは6月から8月とかかな、夏が旬なので多分今スーパーにあるんですけど、あんまり旬じゃない季節スーパーで見ること少ないと思うんで、そういう時はナスで作るのがいいと思います。ゆで卵のトッピングも一緒に。ちょっとあれぐちゃぐちゃになっちゃうけど、おいしい。やっぱりいろいろトッピングすると一食でいろんな味変ができるから、これもいいなって思います。美味しい。で、あとこれが合いびき肉を使ってるので、結構肉々しい感じのカレーになってる。肉々しいっていうのかな、こってりっぽいカレーになっているので、こういう時はこの人参のキャロットラペがめっちゃいいです。結構他のカレーでも私はトッピングにするんですけど、こちら作り方は千切りにして、お酢とお砂糖とお塩と
胡椒とオリーブオイル混ぜて、で、そのまますぐでもいいんですけど、ちょっとつけとく方が美味しいと思います。多分今日作る工程はやってなかったかもしれないんですけど、この間バゲットサンドを作った時に使ったので、それで余ってたやつを使いました。で、このカレーが結構こってりだから、こういうこってりだなって思った時とかにこの人参と一緒に食べたりするとまた味変というかさっぱりしておいしいです。このカレー実は夫とカレーを食べに行った時にお店で食べたカレーがめちゃくちゃ美味しくて、でもそれが期間限定だったので、その期間しか食べれないってなると嫌だなと思って、お家で再現してみようと思って作ってみたのがきっかけのカレーになります。で、結構割といい感じで再現ができて、で夫がこのカレーめっちゃ気に入ってたので、作ったらすごい喜んでくれて結構嬉しいので、我が家の鉄板カレーになりそうな予感がします。めっちゃ美味しくておすすめなので、ぜひ作ってみてください。ちょっと夫が先にめっちゃ遅くなるから先に食べててって言って食べ始めてみたんですけど、やっぱり寂しいので半分残しといて、ちょっと後で食べようと思います。最後まで見ていただきありがとうございます。また他の動画でもお会いできると嬉しいです。